皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を検問する動画を配信しています。非線形方程式の根を求める代表的な方法にニュートン・ラプソン法があります。しかしながら本法では初期推定値を根の近くに置かなければ収束に長い時間がかかったり発散したりします。すべての求根法で多かれ少なかれ同様の問題が生じますが、研究者はその中でこの問題を最も回避できる方法を使いたいと考えるでしょう。そこで今回の動画ではニュートン・ラプソン法よりも収束範囲が広く、その領域内でいつでも収束が迅速である S システム解法を紹介します。S システム解法について述べる前に、S システムの意味を理解していただく必要があります。別の動画、第4章で代謝反応ネットワークにおける定常状態感度の効率的計算法についてお話をしています。この手法はバイオケミカルシステム理論、略して BST です。本手法ではネットワークを大きく2つのシステムに分けて解析します。その一つは S システムであり、もう一つは GMA システムです。S システムの S はシナジスティック・エンド・サチュラブル・システムの頭文字である S から来ています。すなわち、触媒である酵素と生成物である代謝物が相互に関係し合い、かつ酵素は代謝物により飽和することができるシステムというわけです。これは基本的には酵素反応ネットワークを指しますが、BST は酵素反応システムに限らず、他のシステムへも適用可能です。酵素反応ネットワークにおいて、各代謝物濃度の時間変化は次のような微分方程式で表されます。ここで Vij は i 番目の代謝物の濃度増加に寄与する j 番目の代謝経路に関わる酵素の反応速度式であり、V-ij は i 番目の代謝物の濃度減少に寄与する j 番目の代謝経路に関わる酵素の反応速度式です。これらは通常ミカエリスメンテン式で与えられます。2式または3式の第1項は i 番目の代謝物プールへの流入流速であり、第2項は同代謝物プールからの流出流速でもあります。小文字の V はここの流速、大文字の V は小味流速とも呼ばれ、マイナスの符号がないものは流入流速、符号ありのものは流出流速を表します。S システムは代謝物濃度の増加と減少に寄与する項ごとにまとめ、これらをそれぞれ一つのべき乗則型式で4式のように表すものです。ここで式中のパラメータは5、6式で計算します。記号アスタリスクは定常状態値を使った計算値であることを意味します。定常状態において、すなわち dxi by dt イコール0のとき、4式は実式となります。両辺の対数を取ると実式を得ます。BST において、この後、本式は定常状態における感度計算に用いられます。
S システム解法では8式を利用して非線形方程式の根を求めます。計算に使用する式を改めて書きます。感度計算に用いるこれまでの式と異なり、これらの式では式の数または変数の数 n だけで計算を行うことに注意してください。また、一般的な関数の表記に合わせて変数を大文字の x から小文字の x に変えています。上付きの k プラス1は反復回数を表します。これらの式からわかるように、まず k を使って旧10式によりアルファ、ベータ、g、h を計算します。次にこれらの式を11式へ代入し、これより k プラス1を求めます。そしてこの計算を判定条件が満たされるまで繰り返し計算を完了します。11式を行列表記すると12式となります。これを論 x について解くと13式となります。これは14式のようにも書くことができます。根を求める計算の手順は次の通りです。1、初期推定値 x0 を設定する。2、これを xk に置き換える。3、これを使ってアルファ、ベータ、gh を計算する。4、13式により xk プラス1を計算する。5、相対誤差を計算する。6、相対誤差が許容値よりも小さいならば計算を終了する。7、相対誤差が許容値よりも大きいならば xk プラス1を xk に置き換えて3へ戻って同じ計算を繰り返す。計算例として15式の根を求めることにします。この場合、変数の数は1個になります。関数の形状は n イコール2、5、10の時、図のようになります。n が大きくなると関数値は x イコール1の近傍で迅速に増加し、大きな値を取ります。15式はn イコール2に対して 0.6180、n イコール5に対して 0.7549、n イコール10に対して 0.8351 の根を持ちます。すなわち x イコール1の近くに根が存在します。それではニュートン・ラプソン法と S システム解法による収束計算の比較を行います。最初にニュートン・ラプソン法の結果を示します。この図は x の初期推定値を1と10の5乗の範囲で変えたときに収束するまでに要した反復回数を示しています。15式は単純であるため、すべての初期推定値において根が得られました。横軸は対数で表示しています。初期推定値が根から遠くに設定されるほど反復回数が増大することがわかります。また n が
大きいほど、すなわち同じ初期推定値において関数 fx の値が大きいほど反復回数が大きいことがわかります。次に S システム解法の結果を示します。この場合、反復回数は常に10以下です。検討した初期推定値の範囲内で n が同じであれば、初期推定値が1の時を除いて反復回数は同じ値になっています。また n が違っても反復回数は大きく変化しません。これは S システム解法の収束速度が初期推定値の位置にほとんど影響を受けないことを表しています。この理由は次のように述べることができると思います。今、あなたがある場所に立ち、そこから離れた穴にボールを投げ入れることを考えましょう。ニュートン・ラプソン法の場合、その穴から離れて立つほど穴は遠くになり、やがて見えにくくなります。穴にボールを投げ入れようとしても遠すぎるので、何回もトライしなければなりませんね。一方、S システム解法では、あなたが立つ位置から穴までの長さの対数値が実際にトライする距離になります。今、対数の定を10として考えましょう。穴までの距離が1メートルとしましょう。穴はあなたのすぐそばにあります。距離を100メートルとしましょう。穴はあなたのわずか2メートル先です。10万メートルとしましょう。この場合もわずか5メートルです。穴はあなたのすぐそばにありますね。これにより、あなたは少ない回数で穴にボールを投げ入れることができるでしょう。すなわち、少ない反復回数で収束が完了するというわけです。さらに、私のこれまでの経験によれば、ニュートン・ラプソン法の収束範囲に比べて、S システム解法では収束範囲が広くなります。対数を取ることで関数の曲面の形状が変わり、収束しやすくなるのかもしれません。収束範囲が広くなる例については別の動画でお話しします。S システム解法の利点と欠点は次のようになります。まず利点は、広い領域にわたり収束が早いこと、また収束範囲が広いことです。一方、欠点は次の通りです。方程式の項が複数必要であり、これらは正と負の値を与えるものでなければなりません。根は基本的に正の値でなければなりません。ただし、この欠点は変数変換などを行うことで克服できると思います。ここで示した計算結果が示唆するように S システム解法は有用です。しかし、まだあまり知られておらず広く利用されていません。皆さんが研究で利用すれば思わぬ成果が得られるかもしれませんね。まだ多くの話したいことがありますが、これらは後のいくつかの動画で少しずつ述べたいと思います。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。
わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画までごきげんよう。